お前さん、最近ちゃんと眠っておるか？宮本武蔵だ。今日は寝不足は才能を殺すのかという話を切っていくぞ。まず、結論から妄想。寝不足は、刀で言えば刃こぼれだらけの状態で戦場に出るようなものだ。勝てる勝負も落とす。才能云々の前に、土台が崩れておる。近頃の世では、長く働き、少ししか眠らぬことを、なぜか誇りのように語る者が多いと聞く。自分は睡眠少なくても平気ですとか言っておるもの。あれはな、大抵自分の訛りに気づいていないだけだ。武の道で言えば、竹刀を振り回しているだけで、自分は強いと思い込んでいる初心者と同じだな。実際の研究でも、1週間に90時間も働かされた若き医師たちは、睡眠が削られ、心も体もすり減って、誤りが増えたそうだ。人の命を預かるものでさえそうなる。お前さんの仕事がそこまで緊迫しておるとも思えぬのに、寝ない自慢をしている場合ではない。とはいえ、わしは修行時代、決して睡眠を大事にしてこなかった男でもある。決闘を重ね、旅を続け、寝床もままならぬ夜など、いくらでもあった。だからこそ言えるのだが、寝不足でも戦えるように鍛えるのと、寝不足を前提に生きるのは、似て非なるものだ。ここを勘違いしている者が多すぎる。わしが目指したのは、いついかなる時でも戦える心身を作ることだった。嵐の中だろうが、腹が減っていようが、眠りが浅かろうが、刀を抜いた瞬間に、常の心で相手の首を狙えるかどうか、それが兵法者の務めだ。しかし、それは常に寝不足であれという意味ではない。整った状態でも、乱れた状態でも、戦えるようにしておけという話だ。現代の世では、この整った状態を自ら捨てている者が多すぎる。わざわざ夜更かしし、頭をぼんやりさせ、集中力を落とし、自分には才能がないと嘆いている。それはな、才能が足りないのではない。単に寝不足で、脳みそが鈍っているだけだ。研究によれば、眠りが足りぬと、注意力も記憶も判断も落ちるそうだ。これはわしが剣の稽古で、100回体感してきたことと全く同じだ。徹夜明けの稽古は、まず足がもつれ、間合いを読み誤る。顔はむしろさえ滝がしているのに、剣筋は甘くなる。自分ではいけると思っていても、横から見れば隙だらけなのだ。恐ろしいのは、眠りが足りぬ者ほど、自分はまだやれると勘違いしやすいところだ。現代の働き手の多くが、自分で寝不足だと自覚しつつも、日中の眠気や集中力の低下を気合と根性でごまかそうとしているという。だがな、気合で埋めてよいのは一時の隙だけだ。日々続く慢性的な寝不足を気合でカバーしようとするのは、崩れた土台の上にどれだけ立派な城を積み上げても地震一つで全部倒れるのと同じだ。では、寝不足は才能を殺すのか？わしの答えはこうだ。寝不足は才能が芽を出す畑をじわじわと干からびさせる。すぐに才能が消えるわけではない。だが、芽が育つ前に土から水分が抜けていく。集中力が続かぬ。考えが深まらぬ。気力が湧かぬ。そうして自分の限界を一段も二段も低く見積もったまま一生を終えてしまう。それが才能が殺されるということだ。お前さんが自分にはセンスがない、頭が悪いと思っているその評価の半分は、実はただの寝不足かもしれぬ。もちろん、寝れば全て解決するなどという甘い話ではない。眠りはあくまで戦うための最低条件だ。刀で言えば、錆を落とす刃を研ぐという程度の話でしかない。その先のどのように振るうかどう勝つかは、結局お前さんの稽古と工夫にかかっている。だがな、錆びた刀でどれだけ素振りを繰り返しても限界があることも事実だ。近頃は眠りを安定させる工夫も多く試されておると聞く。その中には毎晩の眠りを少しずつ整え、働く者のパフォーマンスを上げようという試みもあるという。これはわしから見れば日々の型稽古である。派手さはない。だが毎日同じ時間に床に入り、同じように目を覚ます。これを続けるだけで心と体の調子がじわじわと整ってくる。武の世界でも同じだ。
派手な必殺技を覚えたがる者ほど基礎の素振りをおろそかにする。だが実践で物を言うのは9割方地味な基礎の積み重ねだ。睡眠もそれと同じだ。お前さんが本当に自分の才能を試したいのなら、まずやるべきは徹夜の自慢ではなく愚直な睡眠の確保だ。ここでわしなりのひねくれた提案を一つしよう。才能がないと悩んでいる者は一度徹底的によく眠る修行をしてみよう。毎日決まった刻限に床に入り、朝も決まった刻限に起きる。酒や夜更かしの遊びを断ち、しばし退屈なほど健康な生活を一月でも続けてみるのだ。それでもなお全力を尽くしてなお成果が出ぬのなら、その時初めて才能が足りぬと悩めばよい。今の多くの者はまともに戦場に立ってもいないのに敗北宣言をしているようなものだ。眠りも食事も乱れ、稽古も中途半端なまま、自分なんてどうせと言っている。それはな、まだ戦っていない。剣を抜いてすらいないのだ。もう一つ、あえて辛口で申せば、寝不足を理由に全てを諦めてしまうのもまた弱さだ。寝不足だから仕方ない。環境が悪いから無理だ。と言い訳を並べている間は、結局何も変わらぬ。武士の世でも戦場の環境は選べなかった。雨の日も吹雪の日も腹が減ったまま戦うこともあった。それでも勝たねばならぬ時はある。だからこそ普段から心身を整え、万一乱れても戦えるよう鍛えておく。一方で現代のお前さんたちは戦場そのものを少しずつ整えることができる。働き方も眠り方も工夫しようと思えば工夫できる余地がある。それを全部放り投げて寝不足でも頑張る俺、かっこいいと寄っているのはただの自己満足だ。わしから見れば敵に背中を見せて突っ立っているようなものだ。切られて当然だな。まとめよう。寝不足は才能の刃をなまらせる。判断をなまらせ、集中を見出し、心を弱くする。これはあまたの血統と現代の研究の両方が証明している事実だ。しかし玉の寝不足や過酷な状況に耐える修行そのものは決して悪ではない。それをどう扱うかが勝負どころだ。常に自らをわざと追い込み、寝ていない自分に酔うのではなく、よく眠った自分でどこまでいけるかを試せ。その上で時に眠れぬ夜があっても平常心を保てるよう鍛える。これがわしの答えだ。寝不足は才能を殺すか。放っておけばいずれ殺す。だが自らの意志で眠りを整え、それでもなお乱れた状況に耐えうる心身を鍛えるならば、その過程はむしろ才能を磨くと石にもなる。お前さんが今やるべきことは一つだ。まず今日の夜は余計なことをやめてさっさと寝ろ。そしてよく眠った明日の自分で本気を出してみろ。それでようやく己の才能との初立ちだ。そこに立ってもいないうちから才能がないなどと泣き言を言うのは早い。寝不足に才能を殺させるか、それとも眠りを味方につけてのバスか。その刀の柄を握っているのは他ならぬお前さん自身だ。